今日はフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回は大人気レシピフライドポテトを作っていきたいと思います。今回のフライドポテトなんですが、とてもシンプルに塩味で作っていきたいと思います。味付けは塩味にするんですが、ニンニクも一緒に揚げてほんのりニンニクの香り付けもしていきたいと思います。さらにその揚げたニンニクを活用してソースも一緒に作っていきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにフライドポテトの材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、片栗粉、薄力粉、塩、ニンニク、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもなんですが、今回はメークインを使っていきます。こちらはお好みの品種のじゃがいもを使ってください。そしてですね、じゃがいもに今回ね、薄力粉と片栗粉をまぶしていきます。そうすることでとてもサクッとした仕上がりになります。そして味付けはね、今回シンプルに塩にしていきたいと思います。そして揚げる時ですね、揚げる時にニンニクも一緒に揚げていきます。そうすることでほんのりニンニクの香りがついて香ばしくて美味しいフライドポテトに仕上がります。続いてソースの材料をご紹介します。今回はガーリックマヨソースにしていきたいと思います。材料はこちらです。無糖ヨーグルト、マヨネーズ、お砂糖、塩、乾燥パセリ、ニンニク、こちらの材料で作っていきます。まずニンニクなんですが、こちらはですね、フライドポテトを揚げる時に一緒に揚げているニンニクを使っていきます。そしてヨーグルトですね、こちらは必ず無糖のものを使用するようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず最初にじゃがいもの皮を剥いていきます。はい、OK です。このように皮を剥いてください。この時じゃがいもの芽があった場合はそちらは取り除いてください。では残りも同じように剥いていきます。はい、全部皮を剥きました。そしたらね、こちらを切っていきます。まずですね、だいたい 7mm から 1cm 幅で切っていきます。この時ね、ちょっとぐらつくので手を怪我しないようにだけ注意してください。このように切ったら、あとは縦にまた 1cm 幅ぐらいで切っていきます。はい、OK です。このように切ってください。こんな感じですね。だいたいね、皆さんが食べてるようなフライドポテトぐらいのね、幅で切っていただくといいかなと思います。切ったものはね、ボウルに入れます。はい、そしてこのように水にさらしてください。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、全部切り終わりました。そうしましたら、こちらのじゃがいもを水に1時間さらします。そうするとですね、じゃがいもに含まれるでんぷんが水に溶けます。このじゃがいものでんぷんが残ったまま揚げてしまうと、ベチッとした仕上がりになってしまいます。なのでこうやってね、でんぷんを出していただくことで、カリッとした仕上がりになります。ではこのまま水にさらしていきます。それではですね、じゃがいもを水にさらしている間に、こちらニンニクを包丁の腹で潰していきます。包丁の腹を使って、そして押しつぶします。手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、このようにニンニクは潰してください。ではもう一個もね、潰しておきます。はい、このように潰します。中にあるニンニクの芽なんですが、そちらは必ず取り除くようにしてください。そのまま揚げてしまうと焦げやすくなったり、あとはえぐみの原因になってしまいます。ニンニクの準備はこれで OK です。それでは続いてソースもですね、途中まで作っておきます。ソースは最後に揚げたニンニクを入れるので、その前の段階までは作っておきます。それではまずボウルにヨーグルト。こちら水切りしない状態で大丈夫です。もし少し水分が出ていた時は、その水分は取り除いてください。そしてここにマヨネーズ、そしてお砂糖、塩1つまみ、あとはパセリを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。ここでちょっと味見をして、お好みの塩加減で味は調整してください。ではこちらをね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、1時間経ちました。そしたら一度こちらはさっと水洗いして水を切ってください。ちなみにね、こうやって水切った時にボウルの底の部分が白っぽくなってると思うんですが、こちらがじゃがいものでんぷんになります。これを取り除くことでカリッとした仕上がりになります。ではね、こちらざるにあけてください。そしたらじゃがいもの水分をしっかりと拭き取っていきます。まな板にキッチンペーパーを敷いてください。そしてじゃがいもを並べます。
並べたら上からキッチンペーパーをかぶせてしっかりとね水分を拭き取ってください。ここでねしっかり水分を拭き取っていないと油跳ねの原因になったり、あとはサクッと仕上がりにくくなってしまいます。はい、このようにしっかり拭き取ってください。それでは残りも同じようにしっかり水分を拭き取っていきます。はい、じゃがいもはこのようにしっかり水分を拭き取りましょう。それではポリ袋を用意してください。ここに片栗粉、そして薄力粉を加えます。あとは塩を入れます。そうしましたらこちらを一度混ぜてください。はい、よく混ざったら口を開きます。そしてここに水分を拭き取ったじゃがいもを入れていきます。こんな感じでね少し衣をつけてあげることでよりサクッとした仕上がりになります。そしたらね少し空気を含ませて、そして全体をシャカシャカします。はい、 OK です。このようにまぶしてください。それではですねこちらを今から油で揚げていきます。それではフライパンを用意してください。ここにじゃがいもをね並べていきます。まだね油とか何も入れない状態で OK です。じゃがいもを並べるときは少し粉をはたいて並べてください。はい、このようにじゃがいもが重ならないようにフライパンに広げてください。今回ね冷たい油から揚げていくので一度に全部入るぐらいのフライパンの大きさを使っていただくといいかなと思います。あとはですねここにニンニクも入れます。そしたらですねこちら冷たい油というかね常温の油ですね、こちらを注ぎ入れます。じゃがいもが浸るぐらいまで入れてください。はい、 OK です。そうしましたら火にかけます。火加減は弱めの中火です。このままですねじっくり揚げていきます。そうすることでじゃがいもの甘みが引き立って、かつ衣がカリッとした仕上がりになります。それではねまずこのままじっくり揚げていきます。火加減はこのぐらいです。はい、今ねちょうど6分ほど経ちました。そうするとねこのようにじわじわじわっとしてきます。だいたい6分ぐらいしたら火加減は中火にしてください。そしたらですねここからがポイントです。このじゃがいもを一度ね端に寄せます。そして空気に触れさせてください。こんな感じ。このようにね一度じゃがいもを空気に触れさせることで2度揚げの効果を得ることができます。だいたい30秒ほど空気に触れさせたらまたねこのように均一に並べます。このままねまた1分ほど揚げていきます。だいたい6分ぐらい過ぎたら1分おきぐらいにこの作業を行ってみてください。はい、で今ねちょうど8分ぐらい経ちました。このようにニンニクがねちょっと色づいてきたのでこちらは取り出してください。焦がさないようにね注意しましょう。またねこのようにフライパンの端に寄せて空気に触れさせながら揚げていきます。はい、今ねトータルで10分ほど経ちました。そうしましたら火加減を強めの中火にしてください。そしてね最後ねカリッとするまで揚げていきます。その時もこうやってお箸でね動かして少し空気に触れさせながら揚げていってください。はい、いい感じにザクザクに揚がりました。そしたら火を止めます。そして取り出しましょう。やけどには注意してください。こんな感じで美味しそうに揚がってます。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。このようにポテトはすごくサクサクです。それではこのまま3分ほど油を切ります。それでは最後にソースの仕上げをしていきます。こちら先ほどね一緒に揚げていたニンニクです。これを入れましょう。入れる量は1つでも2つでもねお好みで変えてください。じゃあまず1個入れます。そして潰しながら混ぜていきます。包丁とかでね潰してから入れていただいても OK です。はい、 OK です。今回はね1つニンニクを入れました。ニンニク強めがお好みの方は2つ入れて作ってください。ソースはこれで完成です。はい、これでサクサクのフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねポテトはサクサクに仕上がってます。そしてこちらがガーリックマヨネーズソースです。あとはこちらはケチャップですね。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。サクサクです。ほんのりニンニクの香りがしてとても美味しいです。ではニンニクソースにつけていただきます。いただきます。すごく合いますね。さっぱりしてるんですけどこのコクのある味わいがすごく合います。もうねとにかくサクサクですね。
そしてじゃがいもの甘みもあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですが、今回私はメイクインのじゃがいもを使いました。こちらはですね、お好みのじゃがいもを使って作ってみてください。メイクインはね、結構縦長なので、よくね、皆さんが知ってるようなフライドポテトぐらいの長さになります。そしてじゃがいもはですね、だいたい1センチ幅で切るようにしてください。そして切った後はですね、水に1時間さらしてください。そうすることでじゃがいもからでんぷんが溶け出して、サクッとした仕上がりになります。じゃがいもがでんぷんを含んだまま揚げてしまうとベトっとした仕上がりになりやすくなってしまいます。そしてですね、水に浸した後はしっかりと水分を拭き取ってください。ここで水分が残っているとサクッと仕上がりにくくなるのと、あとはですね、油跳ねしやすくなるので必ずきちんと拭き取るようにしてください。そしてですね、その後薄力粉と片栗粉、そして塩をまぶすんですけれども、今回シンプルに塩だけなんですが、ここに顆粒コンソメとかカレーパウダーとかニンニクパウダーを入れていただいても OK です。そして揚げる時のポイントです。揚げる時は常温の油から揚げるようにしてください。そうすることでじゃがいもの甘みを引き出すことができるのと、サクッとした仕上がりになります。そして火にかけてからだいたい6分ぐらいしたら、ポテトをフライパンの端に寄せて少し空気に触れさせてください。そうすることで2度揚げの効果を得ることができて、とてもサクッとした仕上がりになります。なので6分ぐらいしたら30秒ほどポテトを空気に触れさせて、その後1分揚げてまた30秒触れさせて、これをですね繰り返しながら揚げ続けてください。そして10分ぐらいしたら火加減を強めて、あとはサクッとするまで揚げてください。そうすることで2度揚げせずにサクサクのフライドポテトに仕上がります。そして一緒に揚げたニンニクなんですが、薄く揚げ色がついたら取り出すようにしてください。そして今回ですね、そのニンニクをソースに入れました。ぜひこちらのソースも合わせて作っていただけたらと思います。時間がねちょっと経ってしまってサクサク感がなくなってしまった時は、トースターで温めるか、もう一度さっとね高温の油で揚げてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。